ジーク鈴木。こんにちは。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。今回はエブリィの 4WD にするべきか 2WD にするべきか第2弾です。こちらの動画ですね。この話は一度やっているんですけども、今一度やりたいと思います。というのは、この動画ですね、結論がぼんやりしてるんですよ。結論がはっきりしてない。エブリィの 4WD、2WD どっちにするか問題、決着をつけたいと思います。大事なことを言い忘れました。北海道とか東北とか北陸とか積雪する地域、雪が積もる地域に住んでいらっしゃる方、あともともとね趣味でも 4WD に乗ってる人、4WD 経験がある人、そういった方はねあまり関係ないです。私が今回お届けしたい相手はエブリィを新車で買う、その時に 2WD か 4WD かどっちにしようかなと迷っちゃった人向けなんですよ。私も迷いましたからね。エブリィは 4WD と 2WD だいたい13万円価格差があるんですよ。でその13万円のねエクストラを払って4駆にしとくべきかなというふうにねちょっと迷うんですよね。で5年間私ねこの 2WDFR の方のエブリィ乗ってますんで、私なりの結論は持ってますんで、これをお伝えしたいと思います。エブリィ 4WD 方式はパートタイム 4WD、 おさらいを今一度しておきましょう。このパートタイム式 4WD、 メリットはあってもデメリットはほぼないです。車重で40キロ増えます。だけど実際はね燃費全然変わらないですね。大体同じぐらいなんですよ、この M さんのエブリィジョイン 4WD で。ハンドリング操縦性ですね、これも変わらない。高速道路でフロントが30キロ重いだけあって、ずっしりと手応えがあるいいステアリングのフィーリングになりますんで、こういったところがねちょっと GT カー的になるんですよ。加えてね、雪道ではいざという時に 4WD スイッチ一つポンと押せば走破性が得られるわけですね。そうなんですよ、動かないんですよ。全然動かない。はい、動かないんですよ。はい。タイトコーナーブレーキング現象っていうのも、起こってしまうんですよ。乗りにくいシーンがあるんですよ。すごくね直角の角を曲がるとかいう時にハンドルたくさん切って曲がってしまうと車止まっちゃうんですね。前輪後輪が 50%50% でずっと固定で配分されてるんで力がうまく伝わらなくなっちゃうんですね。これがタイトコーナーブレーキング現象と言います。これがあるせいでずっと四輪駆動 4WD に入れっぱで走れないんですよ。だから本当に滑りやすい路面の時だけに 4WD スイッチ入れて使うという四輪駆動なんですね。価格がね13万円高くなるんです。まあそれでももしかしたら売却する時には高くつくわけですから、実際は13万円の差はないわけです。得にはならないけど差し引きすると13万の差はないわけですね。売る時高いから。これがエブリィパートタイム式 4WD のメリットデメリットです。うまい。では 2WD のエブリィに5年間乗った私の体験をお話ししましょう。過去動画でね紹介してますけども、5年間というか YouTube チャンネルをやってる間の2年間の間に冬の雪が積もった峠越えを諦めてます。このいうシーンですね、ちょっと見ていただきたいんですけども、はい、おっかないんでちょっと引き返します。長野県まで行かず怖えやっぱりやめよう。この峠越える気力がない。ちょっと引き返します。怖すぎるわ。一回もね滑っちゃいないんだけど、こんな人里離れたところでね誰も対向車も来ないしおっかなすぎるよ。ゆっくりゆっくり行きます。怖い。ちょっとルート変えて大回りしてもいいから目的地変えよう。こんなに山がこんな雪降って積もる。この時に
私は思いました。心底思いました。なんで俺は 4WD 選ばなかったんだと。ということで、結論としては、エブリは 4WD がおすすめっていう話なんですかって話です。あくまでね、迷ってる人向けですよ。新車でエブリ買ってパートナー M 式 4WD あるけど、4駆にするか2駆にするか迷ってる人、その人だけに対して言います。2WD でいいです。2WD にしましょう。こっからその理由を言っていきます。皆さん唐突ですが、ジブリのアニメ千と千尋の神隠しはご覧になったことありますでしょうかね。20年以上前ですね。1回しか見てないんですけども、ここにね、今回の 4WD、2WD 問題のヒントが隠されてます。ご覧になってない方のためにちょっと簡単に説明しましょうかね。冒頭のシーン見た方覚えていらっしゃいますかね。主人公の家族一家がね、引っ越しするシーンから始まります。車に乗って引っ越し先に移動するというシーンから入っていくんですけども、父親が運転する車、これがね、アウディのクワトロ、いわゆるアウディのセダンの 4WD なんですよ。で、助手席にはお母さんが乗っててね、後部座席に主人公の千尋が乗ってるんですね。で、ここで道に迷ってしまったのかなんかで荒れた路面に出くわすんですね。このシーンね、一緒に乗ってるね、お母さんと娘の千尋の心配をよそに、父親はね、この荒れた路面に突っ込んでっちゃうんですね。しかも意気揚々とバカみたいに飛ばしていくんですね。で、お母さんね、いい加減にしようとか言ってね、千尋もちょっとびっくりして、お父さん大丈夫なんて心配する。で、ここで大丈夫かって言われた時に、父親は言います。任せとけ。この車は4駆だぞ。もう一回言いますね。任せとけ。この車は4駆だぞ。っていうんですね。ここにね、エブリィ 4WD、2WD 問題の解決ヒントが隠されています。皆さんどうですか？皆さんは、もしこれまでね、2WD しか乗ってなかった人がエブリィの 4WD を選ぶとすると、このお父さんみたいになっちゃいますよって私は言いたいんです。4WD 買ったら 4WD じゃなきゃいけなさそうな道に入っていきたくなっちゃうんですね。つまり 4WD 機能っていうのはおもちゃとしてはちょっと余計なもんなんですよ。雪国の人や本当に趣味に使ってる人だったら必要なものとして存在するんですけども、普段そんなとこ行かない人にとっては危ない遊びに走っちゃう余計な機能なんですね。どっちにせよですね、 4WD 買ってもね、例えば雪道だったらタイヤをね、スタッドレスに変えないと絶対雪道は無理なんですよ。頼みますから 4WD 買ったからといって雪道入らないでください。ノーマルタイヤで危ないです。ある人の動画で見たんですけども、キャンプとかするから 4WD 選びましたってセリフがあったんですよ。いや、キャンプっつったらキャンプ場じゃないですか。管理されたキャンプ場ですよ。 4WD じゃなきゃいけないキャンプ場なんかないっすよね。どこであんたキャンプするのって聞きたくなりましたね。山奥の林道の奥とか行って火とか焚いちゃうのみたいな。それダメじゃん、違法じゃんみたいなね。今 2WD に乗ってて今行ってないところ、それは 4WD を手に入れてもきっと行かない。だいたいね、 2WD で行くのを躊躇するところなんて 4WD で行ったって危ないとこですよ。であるからして今回ね、お話ししている対象の 4WD にするか 2WD にするか迷ってるレベルの人、そんなあなたは 2WD 一択です。ということで、このね、私の過去2年間の3回雪の峠道を諦めた体験ですけども、これね、 2WD に乗ってたから危険を避けることができたのだと肯定的にちょっと捉えています、今はね。で、ここでね、すごく大事なこと言いたいです。私が思う車の安全に関する大事なお話です。言いますね。車で安全危険を左右するのは車のメカニズム、機械の問題ではなくて、運転する人の意識が一番問題。言い換えれば油断と慢心が一番の危険だと私は思います。はい、13万円の差額を払うなという話ですね。迷っている境界線にいる人で、強い人 4WD を買ったとしてもそんな危ない路面には
入っていかないという自制心がある強い人、そういう人は買ってもいいです。私はね 4WD 買ったわざわざ危ない路面とか走りに行ったりとかしてましたんで、弱い人間そういう自覚があります。なので私は 2WD でも見てらっしゃる方ね、自分が弱い人間なのか強い人間なのか分かんないじゃないですか。じゃあこれはね、私がねテスト用意しました前回前々回の動画で、ご好評いただいていますピタ止め、これねついつい何が出てくる気になってやっちゃうじゃないですか。まさにこれこそ弱い人間が強い人間かの判断するテストだと思います。これからねピタ止め出しますけど、一回やってね、もう見れねえやと思ってね諦められる人、それはあなたは強い人です。だけど何回も何回もやってしまう人、それはあなたは弱い人です。2WD 買いましょうね。危険ですよ。ということでピタ止めで今回はお別れしたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。